はい、今日はですね、津軽三味線といえば、迫力ある演奏が特徴だと思うんですけれども、その迫力ある演奏の、根本的な部分である叩きについて、右手の叩きについて、ちょっとレーゲンさんに聞いていきたいかなと思います。はい。いろいろな演奏者さんが、多分いろいろな各々のスタイルで弾いてると思うんですけれども、今日は、レーゲンさんの叩きに対してのスタイルというか、そういう部分を、よろしくお願いいたします。はい。叩きってまずダイナミックな音を出したい、はい、大きな音を出したい、はい、でそれから、もちろんどうせ大きい音を出すんだったらミスなく、やりたい、はい、でそれからもちろん大きな音を出すってなると、はい、力がいるとかさ、動きが大きくなるとかで、はい、その正確性が落ちたりとか、はい、あとやっぱりずっと弾いてるとさ疲れてきたりとか、はい、もっと言うと怪我したりとかっていうリスクもあるから、はい、健康的に効率よく、はい、大きな音を出したいはい、っていうところが、僕の目指している、叩きかなと思います。大きな音を正確に健康的に出す。そうです。のが健康的は大事です。はい。はい、で、叩きはね、僕が結構教えてる時に、はい、4原則、はい、っていうのをいつも設けてて、はい、もちろん大事なこと4つ以上あるんだけれども、はい、大きく分けて、4つあるので、はい、それを1つずつ説明していこうかなと思います。わかりました。はい、まず1個目、はい、音をさ大きく出したいっていう時に、はい、この太鼓の部分、はい、これの端っこの方をね叩く人っていないと思う。大きな音出しましょうっつったら、はい、みんなほら和太鼓の大太鼓の真ん中をドンってやると思う。ドラムとかでもそうですもんね。ドラムもそう、だからどんな楽器でも一番振動する部分、つまり真ん中を叩くと思うんだけど、三味線も一緒、でこれに関しては、結構全国大会のレベルとかね、プロの人とかでもやっぱりたまに、結構意識するのは難しいっていうのはあるんだけど、この真ん中の部分よりもちょっと前の方で叩いてて、そういう人もいるんだけど、結構どんなに筋力があったりとか、パワフルに演奏してても、楽器がその 100% なるポテンシャル、が引き出せてない、100% 出せる条件が整ってないと、やっぱり力だけでやっても出せません。極端な話さ、端っこをめちゃくちゃさバチが折れるぐらい叩くこともできるじゃん、だけど最大音量ってならないので、なんで一概に相関係はないかなって感じ。なるほど。そうなんでまず真ん中をしっかり叩くっていうのがすごく大事だと思います。力とかよりもまずは真ん中を叩くことがまず狙いでしょう。これはね、例えばさ自分の本番の演奏前の時とかに音合わせとかすると思うんだけど、その時にもう1秒とか2秒でもしっかり目視をする、見る、ここを叩こうと思ってはっみたいな感じで始めるっていうのはすごく大事。じゃあ次2つ目ね。2つ目は真ん中、1つ目真ん中打ちましょうってことで、次はトップポジションって言って、バチをさやっぱ振り上げるじゃないと、思いっきり叩きたい時って、でその高さの問題なんだけど、低すぎるともちろん勢いがつかない、で高ければもちろん力が乗ると思うんだけど、高すぎればいいって問題でもなくて、高すぎるのは良くないよね。っていうのもある一定のところから、音量がずっと 100% のまま上がらなくなっちゃう、もちろんだから高すぎても音量的にはちゃんと 100% なるんだけど、ミスの確率が多くなったりとか、あと結構やっぱり動かなきゃいけないし力もいるから、怪我とか、疲労のリスクが高まるので、なるべく低い方がいいけど音量は 100% でっていうその必要最低限のところがあると思う。でこれはやっぱり何センチってちょっと言えなくて、力がない人だったら多少高くして勢いをつけてとか、ある程度力がある人はそんなに上げなくても、ちなみに僕だったらどうかな、いつもこれぐらいでやってるんだけど、何センチぐらいだろう。結構これぐらいでちょっと寄ってみてもいいですか？大丈夫。これぐらいかな。なんていうの、角度的にもう45度とかぐらい
にしてる。なるほど。まあ、ただこれはあくまでも僕の筋力で、はい。で僕の、まあ、その技術でこの楽器を使ってそれぐらいなので、はい。もちろんそうじゃない時はこの条件っていうのが変わるから、僕と一緒にすると同じ音が出るわけじゃないから、それはちょっと注意して。音の方で揃えると。そうそうそう。あくまでも、まあ、そもそもほら 100% って何かって言ったら、まあ、普通に力んでガンって叩いてもいい、まあ、ちょっと雑だけど、それで、まあ、とりあえず力がしっかり入ってれば 100%、まあ、多分なると思う。よっぽど変なことになってない限り。でそこからこうだんだん正しいフォームにしていって同じ音量をキープして、例えばその高さで言えばちょっと低くしすぎて、さっきより音ちっちゃかったなってなったら、ちょっと前に戻すとか、そういうふうにだんだん高さとかさ、これからまあ4元素かって4ついろいろあるけど、そういうのでちょっと調整してみてください。その最適な高さの見つけ方なんですけど、それやっぱり高くて 100% 音量が出るっていうところから少しずつ低くしていく方向に見つけていった方がいいのか、低い最小限の動かし方のところから少しずつ大きくしていって音量がこれ以上上がらないなってところを見つけた方がいいのか。それは、振り上げすぎのところから始めた方がいい。まずその 100% の音量って何かなっていう、まあ耳で捉えるしかないんだけど、まず音優先。まずその目的を達成してからだんだん効率化を図るみたいな感じ。これは別に音量だけじゃないけど、いろんなことにも当てはまるから、そうだんだんこう省エネの方向に進んでいくっていうのが僕はいいかなと思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、次3つ目、真ん中叩く、トップポジションをキープする、それから3つ目はね、スイングスピード。せっかく真ん中で、トップポジションしっかりしてても、遅いと速いとみたいな感じで街を振るスピードね、これがすごく大事だと思います。これはまあ力といえば力なんだけど、別に特段こうテクニックとかじゃなくて、ただこのバチ先からこの皮までをさっと下ろしましょう。これがだからゆっくりふにゃってゆっくりしてたりすると、その分ロスしちゃいますよっていう感じで、これもね時速何キロとかって計測したことないから分かんないけど、まああんまりこう妥協しないで自分のできる限り最大限さっと早くやってください。それはじゃあそのスイングスピードなんですけど、それもやっぱり目的の音が何かあって、その目的の音を出すため、達成するためにのスピードっていう適切なスピードっていうものがあるんでしょうか。僕に限って言えばそれはなくて、っていうのもスピードに関してはちょっとでも手加減するとやっぱり決まらない。もう早ければ早いほどいいぐらいの気持ちでいいと思う。ただ、僕はその人の体になったことが分かんないから何とも言えないけど、めちゃくちゃもう僕よりムキムキで、とか、あとはなんか超鳴る楽器を使ってて、もしかしたらそのちょうどいいスピードっていうのがあるかもしれないけど、僕はもう本当に一生懸命振らないと、一生懸命振る代わりに、多少だからこう高さをそんなに上げなくてもいいとか、まあいろいろ4原則あるけど、そのあんまり踏み込みが深くなくていいとか、そういう別のところで調整できる可能性はあるよね。はい、叩き特集第1弾でした。叩き4原則のラスト1つと、さらに細かいポイントについて第2弾で迫っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。公式サイトでは津軽三味線霊弦モデル、フリルバチ、三味線ギグバッグといった最先端のアイテムを揃えております。概要欄よりチェックしてください。またチャンネル登録、Twitter、Facebook のフォローもお願いします。